皆さんこんにちは。去年空から見ただけのシカゴに今年こそはと言ってみたら4時間10分のフライトのうち3時間は乱気流に遭ってしまいました。今日は皆さんに歩けるシカゴをご紹介させていただきます。そしてシカゴの美術館ではこの1枚の絵に隠された裏話をインターネット上で初公開いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは間もなくシカゴ到着です。民間の飛行場で世界最大の8つの滑走路を持つオヘア空港では、映画ホームアローンの家族が走ったターミナルも歩きました。今回は主要観光地に歩いて30分以内に行けるように赤丸の位置の安ホテルに宿泊しました。水色の数字はホテルから徒歩で何分かかるかを表しています。その泊まったホテルがリバーホテルで、11月は1泊70ドルぐらいでも出ていました。ホテルのど真ん前は大統領のホテルトランプタワーでした。すごい10月下旬でも風があって冷たくて寒いです。ワイルドベリーはふわふわのパンケーキで大人気のレストランです。平日の早朝でこの混雑ぶりなんです。びっくりしました。はい、Thank you. Thank you, sir. すごいね、これ全部食べろって言うんですかね。すごい。次はミレニアムパークにあるこれです。シカゴといえばクラウドゲートです。これね、実際見るとね、すごい感動します。ステンレススチールの板を168枚つないで作ったそうなんですけど、つなぎ目が全然見えなくてすごいんです。あだ名はザ・ビーンと言いますが、日本語に訳すと豆なのでちょっとかっこ悪いですね。泊まったホテルから近いので次の日の朝早くに戻ってきました。そしてクラウドゲートの隣にあるのがこれです。ファウンテンにやってきました。噴水ですね。ここ本当はなんか口のところから水が出るんですけれども、今もう冬に近いので水なんか出てないんです。残念ながら。子供たちがね、普通夏なんかはここでみんな水遊びするんですけれども、口の真ん中のところに水が噴き出すところがあるんですが、お分かりになりますでしょうか。それではこの黒っぽいビルの展望台に行ってみましょう。360シカゴ展望台は昔のジョン・ハンコックセンタービルの94階の展望台です。アメリカ五大湖のうちのミシガン湖が海のように見えます。広いですね。別料金で楽しめるティルトはガラスの壁が傾いて真下を見ることができるスリル満点のライドですが、自分はおじけづいてパスです。
日没の時間帯が一番混むっていうのを知らずに来てしまいました。黄緑色の線のところがシカゴの一大ショッピングエリア、魅惑の1マイルと呼ばれるマグニフィセントマイルです。東京の銀座のようなところなので、ショッピングが好きな方は見逃せないところだと思います。Hi, good afternoon. My name is Manabu and I have a reservation. Yes, all right. ここのレストランはとってもレビューが良かったので来てみましたが、やはり美味しかったです。特に五大湖で採れたお魚が美味しかったです。このハリーポッター屋さんは日本にもあるので珍しくないかもしれませんけれども、サンフランシスコにはないのでちょっと覗いてみました。ハリーポッター好きの芸者さんはこのマジカルワンドをかんざしとして使ってはいかがでしょうか。さあ、有名なポーティローズでシカゴの人々が誇りにするシカゴ式のホットドッグを食べてみます。イタリアンビーフサンドも美味しいらしいので、合わせてタッチスクリーンで注文してみました。友人にホットドッグにケチャップをつけたらコンクリート詰めにされてミシガン湖に沈められるよと脅されているので、ケチャップはつけませんでした。ホットドッグ自体の味が楽しめて美味しかったです。イタリアンビーフサンドも結構美味しかったです。シカゴ美術館はパリのオルセイ美術館に次いで世界で2番目に印象派と後期印象派のコレクションが多数あるというので楽しみにしてやってきました。ルノワールの絵はもちろんのこと、モネの絵が許してくださいというほど展示してあって気を失うところでした。その他教科書に出てきそうな名作も勢ぞろいで大満足です。パリのルーブル美術館にあるこの絵の終作も何気なく飾ってあって驚きました。こちらはシャガールのステンドグラスで自由の女神がこんなところにありました。この美術館の一角にあるのがこの絵です。実は友人のひいおばあちゃんがモデルになってる絵なんです。友人に今ひいおばあちゃんの絵の前に来てるよと写真を送ったら、ひいおばあちゃんの写真を送ってきて裏話を教えてくれました。画家がモデルを醜く描いたのには訳がありました。これが実際のアイダさんです。オルブライトはアイダさんに惹かれ片思いをしていましたが、アイダさんは全く相手にしませんでした。オルブライトがアイダさんのために詩を書いたラブレターを渡したところ、アイダさんは笑いながらラブレターを本人の目の前で破ってしまいます。そして絵のモデルをしている時は画家をイラつかせるためにピーナッツを食べてその殻を床に捨てました。絵の下の方をよく見ると破れたラブレターとピーナッツの殻がちゃんと描いてあります。この絵はオルブライトが絶対に実ることのない恋を悔しみながら描いた絵なんです。今からボートツアーに乗ってみたいと思います。シカゴ川のボートツアーをやっている会社は結構あるんですけれども、評判のいいファーストレディに乗ってみます。ツアーは90分間ですが、すべての船にトイレもついているので安心してツアーを楽しむことができます。新しい建物と古い建物が混ざったシカゴの街を船から観光しようということです。
このツアーは建築デザインに興味がない人でも、また英語がわからなくてものんびり観光できるツアーだと思います。When this building was constructed in the 70s, frankly, our river was gross and not something you would ever want to look at. They actually didn't include one of those on多分大阪の道頓堀のリバーウォークはこのシカゴのリバーウォークから名前を取ったんだと思いますけれども、同じように川沿いを歩くことができます。日本にもお店があると思いますが、シカゴ生まれのポップコーン屋さん、ギャレットポップコーンです。自分はこのチーズ味が大好きです。ミシガンアベニューのお店ではこんな風に作っているところを見ることができます。こちらがキャラメルポップコーンです。体重は増えますが、またいつかゆっくりとシカゴを訪れてみたいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。